こんにちは、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。浦ラと申します。フォロタクティクス同調ドライブの被害ですね。読み方合ってるかなと思います。間違ってたらごめんなさい。特殊ギミック。そこで苦手なんですけど、ドライブのね、被害が。暗転がね、苦手っていうわけではないんですが、なんかね、好きになれないっていう動きですね。難易度でもないんだよな。なんか動きなんですよね。なんか好きになれないんですよね。ちょこちょこね、動きはなんか可愛らしいんですけど。なんかね、ノーヒット被弾なしの動画になっております。略し、解説、漂白者と参加でね、挑戦してみました。特殊ギミックであるね、ホムラ狩り状態に入るとね、異常効果を付与しても弱点コアは露出しなくなる。露出時に受けるダメージがアップ。解説漂白者の自分のね、育成、合ってるかは置いといて、だいたい10スタックすると、4500とか4000止まりなんですよね。なんですけど、このドライブに関しては、10スタックなると、露出時ですよね。9000くらいになるんですよ。約多分5000ぐらいは、ボーナスで蓄積ダメージが入るので、やっぱりカルテジアとかね、フィービーとか、結構そういう持続ダメージをね、与えるキャラが、やっぱり、おすすめなのかなと思います。ただね、動きが本当に、イラッとしてました。いや、本当にね、ドライブはね、後回しにしてた。ハイベーシャ来てなかったら、やってましたけど、優先的にハイベーシャになりましたからね。これが、ホロタクの同調で動画にしようって思ったのが3番目です。2番目に来てるのにね、ハイベーシャを優先して、あっちの方がきつかったですけど、それ以上にドライブがなんか嫌でした。だからね、ノーヒットとしてちょっと挑戦して、なんとかね、できたので、それを動画にしたっていう感じですね。一応プレイ動画はね、もう何も編集とか何もしてない状態で、見ていただきまして、その後に、ステータス動画があるんですけど、それをね、軽く見てもらって、その後に解説動画をね、スローモーションとか交えて、調整してありますので、ちょっと動きがわからないとかね、あれば、見ていただくと、本当にね、倒せるようにね、なるかなと思います。それではね、一度ご覧になっていただきまして、ステータス、その後のね、解説動画もご覧になっていただけたらなと思います。先にプレイ動画からご覧ください。それでは、どうぞ。行くぞ。響け。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく私に任せて。ユゴ真理へと至る道、残響再現。行くぞ。砕けろ。光を前に。これで終わりだ。私の後ろに大フレンゲ。行くぞ。だ。気だる。一気に行くぞ。響け。聞いてみよう。行こう。私に任せて。春よ雪を溶かせ。残響再現。私の後ろにその糧を解き放て。古中の線。気をつけて。行くぞ。好きだろ。この光で。甘い。
行こう。ダーク一気に行くぞ。私の後ろに軽減せし監獄よ。こちらのよし聞いてみよう。光を前響け。ダークダーク聞いてみよう。私の後ろに朝日がきらめく霜のごとく湖中の行くぞ。この光で私の後ろに軽減せし監獄よ。湖中の行くぞ。聞いてみよう。一気に行くぞ。これで終わりだ。行こう。甘い。行こう。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく湖中のここは冷静に砕けろ。チャンス一気に行くぞ。チャンスこの光で私の後ろに伊勢剣豪的監獄よ。酒やっはっ行くぞ。好きだらけ甘い。行こう。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく湖中の行くぞ。これで終わりだ。一気に行くぞ。甘い。私の後ろに軽減せし監獄よ。湖中の行くぞ。響け。光前。ここまでご視聴ありがとうございます。ここからステータス画面になります。特に変わり映えはないんですが、弱小、基礎ステータスぐらいな感じで、体力3万ぐらいにしてみました。で、ポゾンをね、一応引いてあったので、試しにね、白紙につけてみました。で、こちらですね。一応オール25、音階のレベルは全部25にしてあります。全部は上げれてないです。で、貫突しています。で、参加ですね。特に前回、ハイベイ社の時と同じステータスなので、ちらっとお見せしていくって感じですね。で、音階が、無常の詐欺ですね。で、参加は貫突しています。で、漂白者ですね。漂白者はね、特にいじってないので、もう、ステータス紹介が終わりでもいいんじゃないかなと思います。解説パートの方に行きたいなと思います。それではご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございます。ここから解説動画になります。本編のプレイ動画に行く前にですね、出てこなかった技をちょっと
流して、それからプレイ動画の方に行こうかなと思います。4つぐらいかな。流していきます。まあ結構ね、有名だと思うんですけど、こちらですね。まあ爪がね、来て飛ばしてくる。これがね、やってこなかったですね。まあ一応返せてますよという感じなんですけど、合図的には使ってるね、キャラクターの動きによって、やっぱりタイミングがね、変わりますので、まあ、ここっていうのはね、まあ難しいタイプかなと思います。まあこんな感じですね。引っかきみたいなね、あるんですけど、これが来た後に、まあ、絶対これがね、ここまでがセットだと思っててください。まあ、なのでね、2段階で攻撃してきますよっていう感じですね。で、次こちらですね。意外と忘れがちなんですよね、これ。ここで攻撃が来ると。こちらですね。これが、まあ、乱れ引っかきって言っていいのかな。これがね、まあ一番嫌いです。ここをね、避けたくて、まあタイミングで、必ずやってたって感じですね。これがもうほんと嫌で。で、終わりですね。で、ここからね、本編に行きます。冒頭ですね、白紙からなんですが、まあちょっとね、なんか挙動おかしいなと。なんか、ハテナが浮かぶような、なんか順番でね、出してたかなと思います。まあ、その説明をね、していこうかなと思います。白紙から、参加ではなくて、漂白者に交代してますね。で、参加に出してますね。まあ、停滞スキル、漂白者の収装スキルの停滞スキルを使って、まあ、参加でね、参加に変わって、止まってる間にね、もう変われちゃうのでで、また白紙にして、ため直すと。白紙にして、回避しながら、ためまして、漂白者に交代します。で、攻撃を回避しながら、ね、こう、爪が来て、で、大振りで来るので、ここで回避して、で、間があって、で、次ね、叩きつけてくるので、で、これが来た後に、必ずね、斬撃が来るので、ちょっと待ち構えて、このね、ここだってなって、強心同意ね、まあ、ちょっとでも削って、で、また交代して、参加に出して、漂白者に交代して、で、ここで不況を破壊して、ブレイクと。まあ、これをやるために、まあ、ちょっと順番をね、考えて、出してたって感じですね。白紙、参加、漂白者、で、また白紙だと足りないんですよ。間に合わなくて、突っ込んでくるんですよ。ブレイクしてないと、溜めてね。なので、それをね、阻止したくて、まあ、そんなタイムも変わんないんですけど、まあちょっと、まあ攻撃しやすくね、するために止めたって感じですね。で、こちらですね。まあ狙ってね、飛んでくるので、うまく回避して、で、ここですね。で、これスローにしてあるんですけど、ここで回避で、で、必ずね、これが来ると。この時に離れてますよね。ちょっと戻しますけど、こう離れてますよね。この時に変装スキル、まあ、発動して、こう、近づいてね、攻撃すると、この飛びかかりがない。まあ、その代わり、他の攻撃が来たりするので、
まあ、それはそれでまた覚えないとですけど、まあ、そういう、まあ、ここでね、ちょっと待ち構えて、わざとね、待機してるってのも全然ありです。こちらの攻撃が切って、大振りなので、まあ避けないとですね。で、枠が出てくるので、ここで一回ね、白紙に交代しますね。バフがね、切れてたので、白紙を出して、かけ直しに行ってますね。で、さあここでは参加を出して、でちょっと待って、あ、これだと思ったから、ここで回避ですね。この攻撃も嫌いですね。焦っちゃうんだよね。来るのか来るのかみたいな。で、削りつつ、で、またね、大振りの攻撃が来るので、ここでパリですね。で、不況は血がね、溜まってますが、まだ使いません。で、早送りいたしまして、で、ここですね。おつかみのね、攻撃なんですけど、ここまでね、ここで回避判定が出てるってことは、ここまで距離があるってことなので、結構離れてても、ね、回避ボタンを押しとかないと掴まれちゃうという感じですね。で、それを失敗すると、ね、冒頭でね、来なかった技にありましたよね。乱れ引っかきみたいな。あれが一番嫌いなので、それをね、阻止するべく、ここまで貯めておいた、取っておいたということですね。で、ブレイクね、局部破壊が、発生したときに、まあ、こうダウンするんですけど、強振動ブレイクしたわけではないので、白いゲージ残ってますよね。まあ、なので、この間にバフをかけ直すってのがね、得策かなと思います。で、このね、剣をこう出すモーションがね、結構紛らわしいんですけど、まずこれは、投げてきて、それを回避して、で、飛びかかりてきて、爪ですね。で、剣で払いながらの距離を取ると。まあ、なので入れ替えて、詰めて、削っていきますね。で、ここで、強振動ブレイクして、削っていく。で、今度は、またね、出してくるんですけど、今度は、突っ込んでくるんですね。今度は突っ込んでくるんですね。さっきは右に移動したのに、今度は直接まっすぐに来て、こう連続攻撃をね、してくると。まあ、だから分かんないんですよね。分かりづらい。だからほんとね、ドライブはね、やりたくなかった。だから、なんかハイベーシャにしちゃったんだよね。2番目を。で、次、爪が来て、で、剣が来て、で、溜めて、連続のね、斬撃が来るんですけど、これは1回の回避で大丈夫です。そこまでね、なんか連続っていうわけではないです。それから普通の速さですね。
まあね、乱れ引っかきみたいなね、攻撃全然かわせるよっていうかね、なんならパリもできるよっていうのであれば、まあここで今のね、連続攻撃で不協和破壊、まあしてスキップさせてもね、全然いいと思います。僕は嫌です。で、これが来たので回避してから反応を見て、ここで発動と。このね、乱れ引っかきがないだけで、ほんと楽でした。で、またこれが来るので、ここね、結構ね、危なかった。避けれないかと思った、ここは。で、こちらですね。これがね、結構癖者で、ちょっと何度かね、流れるんですけど、ここですね。ここで回避ボタンを押しておかないと、これが来るんですけど、これがですね、この回避のタイミングが、これなんですよ。この白い模様ありますよね。これが当たり判定なんですよ。炎じゃなくて、この今、中心にね、炎がわーって出てるんですけど、この、なんかバリアみたいなこの白いもや、これが、当たり判定なんですよ。なので、近づいてれば近づいているほど、これに当たるリスクが高いというか、この攻撃と音ありますよね。この、ちょっと独特な攻撃音なんですけど、このね、今スローにしてます。で、普通の速さが、次にこれなんですけど、これですね。音と攻撃判定が、攻撃判定の方が若干速いです。音で聞いてると、音の方がちょっと遅い。なので、本当目で見てないと、音だけだと、多分当たっちゃってるかなと思います。結構ね、ここはね、重要ですね。音で大丈夫って思ってると、当たってますからね。ここ注意ですね。このレーザーもね、当たらないように回避でって感じです。で、次が、横向いたと思ったから、これだなってなって、で、次これ来るなと。で、回避ですね。で、強振のブレイクができたので、攻めます。で、ほんとね、ホロタクってね、最後の最後までわからないもんなんですよね。最後の最後に、これがね、こう来るんで、これで意外とやられてます。もう攻めようとしてるんでね、こっちはね。で、これが来るので、これも避けつつ、回避して、ここでもね、まだね、これもね、癖が強くて、避けますよね。で、ここで回避してるんですけど、これスローですね。回避のタイミングが、今、回避に行ってますね。ここなんですよ。エフェクトが、先出てますよね。光ってる。これがね。これで避けると、若干速いんですよ。ドライブのね、体を見てるとわかるんですけど、こう沈みますよね。今これ回避反応してるんですよ。まだね、エフェクトが全部上がってない状態で、剣もまだ全部刺さってない状態。早めだとダメで、ちょうどね、この光のエフェクトが消えたと思ったらすぐ回避ですね。
それでも若干遅いような気がしますよ。ここ要注意ですね。今のところはね、絶対言おうと思ってました。で、またこれが来るので、これね、最後の方に来るんですよ。で、また投げ来るでしょ。これがね、絶対最後に来るの。やられる前に絶対来るの、これ。だからそれを取っておいて、ここで使って、止めて、で、とどめと。と、まあ、解説動画はね、これで終わりとなります。お疲れ様でした。ここまでご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。エンディングトークとなります。ドライブの気概。被弾ゼロはさすがにきついなって思いながら挑戦してましたね。せっかくだからなと思いまして、無謀者も一応被弾ゼロで、ハイベーシャも被弾ゼロでいけたんで、ドライブも自分でなんか使命を与えてしまってそれでちょっと遅れました遅れました。ハイベーシャをね、やる前に本当は出したかったんですけど、ちょっと更新がね、ハイベーシャが来てしまったんで、ハイベーシャの方がね、なんか戦闘楽しそうだなって思ったのと、ドライブから逃げました。いやー、ちょっとドライブね、なんかね、やりにくかったんですよね。なんか好きになれなくて。なんかなーって思いながら、ハイベーシャか。ちょっとそっちやってみようかなって思いながら、実は、ちょっとドライブで言うのもなんなんですけど、実は、ハイベーシャが更新来るってね、ライブかな、名称のね、運営様の発表ライブか。を見て、ハイベーシャ来るってなったら、もう、ハイベーシャの出てくるとこありますよね。練習してました。ホロタクティクスの連続で、切り攻撃が来て、それを連続パリしてたりとか、回避してったり。いや、それはさすがにないですけど。それはね、新しいそのホロタクでの要素ですけど、その前の練習はできますから、そこでやってましたね。実は。練習してました。じゃないとね、さすがにね、ハイベーシャのその素材ってのも、使うキャラも引いてこなかったので、なので、戦いをあんまり、戦い方を覚えてなかった。頭に入ってなかったので、これじゃあちょっとホロタク行ってもなんかなと思ったので、とりあえずは出没するところに行って、戦ってました。回避したりね、してれば、時間もあんま関係ないですし、5分間とかね、もうないので、時間気にせず、ずっと回避してたりとか、ちょっとパリ要素があったらパリしたりとかっていうのを、やってました。だから動画になったんですよ。もちろんね、もうちょっとタイム、絞れたかなと思いますが、やっぱハラハラ感があっていいかなって思って動画にしました。残りね、ギリギリまで被弾ゼロっていうのもなかなか動画ですよ。僕はそう思いますね。そこを目当てで作ってるわけではないんですけど、解説なんてね、攻略の仕方、倒し方とかね、それがなんとか全部作れたかなって思いますね。短期ね、1体でやるってのも見応えあるんですけれど、僕はね、自分はその入れ替わり方、その入れ替えるタイミングとか、ブレイクするタイミングとか、不協和破壊をするタイミングとかも、参考になったらいいなーって思いながら動画を撮ってるので、全部無駄かって言われたらちょっとショックですけど何かしら1個ぐらいはね、なんか参考になる部分はあるかなと思います。なのでね、まだホルタクちょっとここ残ってんなーっていうのがあればね、そちらもね、見ていただけたらなと思います。全部ね、動画上げてきてんでね、そのホロタク全部。同調からね、ホロタクをやり出すって方ももしかしたらいるかもしれないですし、結構ね、バラバラなんでね、攻略の人によりますので、なので、そういう解説の仕方になっちゃってますね。どんなタイミングで
見るかわからないので、ちょっとまあ知ってる方からしたらね、そんなのわかってるよみたいなね、なりますけど、まあそろそろこれぐらいにして終わろうかなと、ちょっと長話しすぎたかな。まあ、とりあえずは更新待ちということで、もしまたね、更新されたら、ホロタクの挑戦の動画は撮っていこうかなと思います。それでは次回の動画をお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。